デスクワーカーの皆さん、今日もお仕事お疲れ様です。一日中モニターとにらめっこしながら聞こえてくるのはひたすらキーボードを打ち続ける打鍵音とクリック音。気分転換に BGM をかけようにも安っぽいスピーカーの音に嫌気がさしてカフェの環境音でも流しとくかと諦めていませんか？そして仕事が終わって YouTube や Netflix を開いてもなんか迫力に欠けるなと悩んでますよね。安心してください。このエディファイア M60 が音質難民のデスクワーカーを救済してくれます。作業用プレイリスト、仕事終わりのゲーム、週末の映画鑑賞、どんなシーンでもデスクの音響レベルを低コストでレベルアップできる優れものです。この動画ではそんなエディファイア M60 の音質比較や使い勝手、そしてしばらく使ってみて感じた良かったポイントとここ惜しいなと思ったポイントを詳しく解説していきますので、この製品がね気になっている方はぜひ参考にしてみてください。それではまず製品概要です。エディファイア M60 はアンプ内蔵のアクティブスピーカーというジャンルの製品です。音を出すために必要な機能が全部入っているので、設置して接続して電源を入れるだけで難しい配線は一切不要で簡単に使い始めることができます。まずはねスペックです。特徴的なのは入力系統が3系統あることです。1つ目が AUX IN、 2つ目が USB-C、 3つ目が Bluetooth の3系統になります。Bluetooth はね、ハイレゾ対応の LDAC にも対応していることと、そしてね、とてもコンパクトなことも特徴の一つです。小さいので狭いデスクでもコンパクトに設置できて邪魔になりにくいです。はい、続いてね、外観と付属品です。カラーバリはブラックとホワイトの2色です。この動画ではね、ホワイトを紹介していきます。音の出るスピーカー部分はどちらを選んでもね、ブラックなので、ホワイトだとね、こんな感じでツートンカラーになります。キャビネットはね、木製でマットなね、塗装が施されています。フロントパネルはね、樹脂っぽい質感です。下にね、エディファイアのロゴが入ってます。高さが 168mm、幅が 100mm、そして奥行きが 147mm となっていて、とてもコンパクトです。手に持ってみるとコンパクトな分ずっしりとした重さを感じます。ただね、これくらい重たい方がスピーカーユニットがねしっかり仕事をしてくれそうで安心です。背面はねこんな感じです。個人的には裏側のデザインも結構かっこよくて気に入っています。右側のスピーカーに電源や入力ケーブルを接続しますが、上側にバフレスポートが設けられていて、その下にね AUX IN と USB IN があります。さらにその下に左右のスピーカーを接続する専用のね4ピンの接続ポートがあります。下側に電源用のメガネ端子があります。電源アダプターが不要で直接ケーブルを接続できるので、配線処理がとても楽にできるところも地味に便利です。電源のオンオフや音量調整は右側スピーカーの上部に搭載されている LED 内蔵のタッチパネルで行います。これね、とても不思議なんですが、手を近づけるとボタンがふわっと浮き上がってくるんですよね。真ん中が電源ボタンで、長押しすることでオンオフができます。電源ボタンの色によって現在のね入力系統がわかるようになっています。緑が AUX IN、 青が Bluetooth です。接続されるとね、こんな感じの効果音が出ます。で、赤が USB-C になります。音量の調節はね、ここの左右のプラスマイナスをタッチして行います。スピーカー単体でできる操作は以上となります。イコライザーの設定などはスマホに専用アプリ Edifier Connex をインストールして行います。付属品はね、このようになっています。接続に必要なケーブルは全部揃っていますし、このようなねアルミ製の専用スタンドも付属してきます。これを使うとね、こんな感じでスピーカーに角度をつけて設置をすることができるので、自分のね耳の方向に直接スピーカーを向けることによってダイレクトにね音を聞くっていうことができるようになります。最初からねこの専用のスピーカースタンドがついているのは地味に嬉しいポイントですよね。続いてこのスピーカーの特徴を7つお伝えします。まずは1つ目、コンパクトなのに 66W の高出力ということです。iPhone 16 Pro と比較してもこれくらいコンパクトなスピーカーなんですけれども、迫力のサウンドを奏でてくれます。幅126センチのデスクの両側にセットするとこんな感じなんですけれども、すごくねミニマルですよね。ちなみに左右のスピーカーを接続する専用のケーブルの長さが180センチしかないため、デスクのね両側ギリギリに設置する際は最大でもデスク幅140センチくらいまでが限界です。180センチ幅くらいの大型デスクだとケーブルのね長さがちょっと足りないと思うので注意が必要です。続いて2つ目です。DQ アンプと DAC
クを内蔵しています。アクティブスピーカーなのでアンプ内蔵なのは当たり前なんですけれども、DAC も内蔵しているので、これによってね PC と USB ケーブルで直結できます。そのためデジタルデバイスとの接続が柔軟に行えますし、音源をデジタルのままスピーカーにダイレクトに届けられます。これによってねハイレゾの音源なんかをね直接スピーカーに送って高音質で聞くというような使い方も簡単にできます。これめちゃくちゃいいですよね。これね、だいたい2万円で買えるスピーカーでここまでね内蔵してるっていうのはね、すごくねコスパが高いスピーカーだなというふうに思います。続いて3つ目です。使い勝手の良い3つの入力に対応しているというところです。入力系統は AUX 入力や USB-C、そして Bluetooth 接続の3種類に対応しています。パソコンやねスマホと簡単に接続できますし、 AUX 入力も対応しているため様々なねデバイスを接続して楽しむことができます。個人的にはね AUX インがついてるっていうのはねかなり嬉しいポイントでした。僕はね結構モニターとスピーカーをね 3.5mm のアナログケーブルを使って接続することが結構多いんですよね。なぜかというと、モニターに入力したものがそのままねスピーカーに出力できますので、 PS5 であったり、あるいはねスイッチのドックから HDMI ケーブルでモニターを経由して、でそしてスピーカーから音を出すというようなね接続が簡単にできます。なのでかなりね融通の効いたね接続構成ができるかなというふうに思います。続いてね Bluetooth です。この Bluetooth はですね、なんと LDAC にも対応しています。このように LDAC に対応したスマホと接続すると、ちゃんとね LDAC と表示されているのが分かりますでしょうか。これによってワイヤレス接続時でも高音質でね音楽を楽しむことができます。これもね地味に嬉しいポイントですよね。 LDAC に対応した Android スマートフォンなどをお持ちの方は高音質でね音楽を聴くことができます。はい、続いてね5つ目です。スピーカースタンドがね最初から付属しているという点です。スピーカーの理想的な設置高さとしては耳と同じ高さというのが推奨されていますが、スピーカースタンド等が置けない場合はね、スピーカーに角度をつけて耳の高さに向けてあげると良いです。そのための専用のスピーカースタンドがね、初めから付属しています。アルミ製のしっかりとした専用品なので、サイズ感はもちろん、設置角度もバッチリです。このねスピーカーは白なんですけれども、色がねシルバーなので、どちらかというとホワイトのスピーカーによくマッチします。ブラックでね統一しているデスクだと少しシルバーが目立つかもしれませんが、アルミ製なのでね黒いマステ等を貼ることである程度ね対策はできるんじゃないかなというふうに思います。続いてね6つ目です。アプリでイコライジング可能というところです。専用アプリのねエディファイアコネックスを使うとイコライザーによる細かい音質調整ができるようになります。調整がねめんどくさい方はこの中からね好きな音質を選んでもいいですし、自分好みにカスタマイズしたい方はこのカスタマイズをタップして調整してあげましょう。僕はね結構低音を抑えた音質が好きなので、こんな感じで抑えた設定だったり、あるいはねフラットな音質が好きな方はこんな感じでねフラットにするということもできます。でねイコライザー設定をねいくつかセットできます。これでプラスからね新しいイコライザー、そしてイコライザー3、名前をね自由に登録できます。そして保存するをタップするとこれね1個増えましたよね。調節はねこんな感じでスライドして設定を行います。そんなにね細かい調節はできないんですけれども、7段階でね調節できますので、これでね自分好みの音質に設定するということができます。はい、続いてね7つ目です。 VGP2025 金賞&コスパ大賞を受賞しています。これね何かというと、オーディオ製品やプロジェクター、そしてテレビ等のオーディオビジュアル機器の中から最も優れた絶対買いの製品に贈られる賞なんですね。この中から M60 は VGP2025 金賞&コスパ大賞というのを受賞しています。つまりね買って間違いない製品だということが客観的に証明されているということです。いやこれ本当にねやばい製品なんで、これ実際ねぜひ聞いてみてほしいです。はい、ということでね続いて音質について説明していきます。僕のねこれは個人的な感想です。音質はですね比較的低音が強めな印象です。ただねアプリによる音質調整も可能です。先ほど見ていただいたように音楽、モニター、ゲーム、映画の4つのプリセットがあって、個人的には広がり感のある映画が最も好みの音質でした。自分で細かいカスタマイズもできるので、自分好みの音質に調整することができます。はい、続いてね、音質を比較してみたいと思います。
音質比較は3機種でやります。1台目がですね、10年間売れ続けた BOSE の名作デスクトップスピーカー BOSE コンプレッション2シリーズ3というですねスピーカーになります。これね、めちゃくちゃロングセラーのスピーカーなんですよね。最近は新品をあまり見かけなくなってしまいましたが、中古でね約1万円ぐらいで購入できます。で、2台目がこの動画で紹介する Edifier M60 です。価格は実売価格で約2万円ぐらいとなります。そして3台目が僕がメインデスクで4年間愛用している AirPulse A80 というスピーカーです。これだけね価格が少しお高めで約8万円ぐらいとなってます。これもめちゃくちゃいいスピーカーなんですけれども、価格がね4倍違うスピーカーとどれくらい音質が違うのかも参考にしてみてほしいです。それでは実際の音質の違いをお聞きください。Ain't gonna let anyone keep me down.
はい、いかがだったでしょうか。皆さんどのようにね、音質の違い感じられたでしょうか。個人的にはね、細かい違いはあったものの、それぞれね、いい感じの音質だったんじゃないかなというふうに思います。個人的には AirPulse A80 が一番音質はいいなというふうに思います。当然なんですけれども、価格も高いですし、サイズもね、大きいので、やっぱりね、音圧とか音の広がり感っていうところでは AirPulse A80 がね、一番いいかなというふうにリアルで聞いて感じます。ただし、この Edifier M60、これ2万円なんですよね。2万円という価格で、この音質でさらにね、DAC、DQ アンプ内蔵、そして Bluetooth も LDAC 対応、そして非常にコンパクトで簡単にね接続できて簡単に使い始めれるっていうね、これはねかなりねコスパは高いというふうに感じました。この2万円台でこの音質を実現してくるっていうのはね、かなりねエディファイア頑張ってるんじゃないかなというふうに思います。ちなみにこのチャンネルではこんな感じのねデスク周りのアイテムの比較なんかもねやっていきたいなと思っていますので、チャンネル登録をしておいていただけると参考になるのではないかなというふうに思います。ぜひねチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。このエディファイア M60、実はねもう僕1ヶ月ぐらい使っているんですけれども、使ってみてね感じた良かったポイントをねお伝えしていきたいと思います。まず1つ目です。コスパ最強というところですね。これね何度も言ってるんですけれども、2万円でこの見た目、機能、音質を手に入れられるのは本当にすごいと思います。音楽を楽しむためには音源とアンプとスピーカーが必要です。アンプを別途購入しなくてももっとシンプルで手軽に楽しめるようにしたのがアンプを内蔵したアクティブスピーカーです。M60 はアクティブスピーカーかつ PC と直接 USB ケーブルで接続するための DACと呼ばれるコンバーターや Bluetooth 接続するための無線ユニット、さらに電源ユニットまで内蔵していて、実売価格2万円を実現しているんですよね。さすが VGP2025 金賞&コスパ大賞を受賞するだけのことはあります。一昔前はここまでね機能が充実していてコスパの高いスピーカーってあんまりなかったんじゃないかなと思うので、本当にね今ね初めてスピーカーを買いたいと思ってる人はねもうめちゃくちゃ羨ましく思います。はい、そしてね2つ目です。シンプルな外観かつ邪魔にならないサイズ感ということです。このスピーカー想像以上にコンパクトです。 iPhone 16 Pro とね比較してもねこのぐらいの大きさです。デスクに置いても邪魔になりにくいコンパクトさとインテリアを邪魔しないシンプルなデザインもかなりポイント高めです。続いて3つ目です。使い勝手の良い3つの入力系統を搭載しているというところです。僕がもともと使っているデスクトップスピーカーもそうなんですけれども、最低限抑えていてほしい入力系統をこの M60 は備えています。それが AUX IN と USB Type-C と Bluetooth です。僕はねこの3つをそこそこ均等に使っています。 USB は MacBook と接続する際に使っていますし、 Bluetooth はスピーカーの電源だけを入れてワイヤレスで BGM をねスマホから流したい時に使っていますし、 AUX IN はゲームやエンタメなどをねモニターから音声出力としてつないで使っています。この3つがあれば大抵のことはできますので、この M60 がね1台あれば相当重宝すること間違いなしです。おそらく2万円はすぐ元が取れると思います。そして4つ目、ふわっとね現れる電源ボタンです。この操作感覚は初めてだったんですけれども、個人的にはねとても気に入りました。電源をオフにしている時は見えないのですが、手をスピーカーに近づけると LED がねふわっと光ってボタンが現れます。どんな仕組みなのかが謎なんですけれども、手をかざすのではなくスピーカーにね手を近づけると反応します。おそらくね微弱な電流みたいなものを検知しているんだと思います。これはね初めての感覚でした。ついついね電源を入れてしまいがちです。はい、続いてね惜しいポイントもね2つありましたのでね、こちらもお伝えしていきたいと思います。まず1つ目です。電源オン直後の入力切り替えが少しもたつくというところです。スピーカー上部のね電源ボタンをタッチすると入力ソースの切り替えができますが、電源オン直後の5秒間くらい入力切り替えが反応しない時間帯があります。僕は普段メインでねAUX IN を使っていて、スマホで音楽を聴きたくなった時に時々ね Bluetooth に切り替える時があります。切り替える時ってね必ずね、電源を切っていて家に帰ってきてちょっと BGM 聴こうかなみたいな感じで電源を入れて、でその直後にね Bluetooth に切り替えたいんですけれども、その際に少し待たなければならないんですよね。これがねちょっとだけストレスなんですけれども、ここはねもうちょっと反応を早くね切り替えれるともっとねストレスフルに使えるデバイスだったなというふうに感じました。
はい、続いて2つ目、左右のケーブル長が少し短めという点です。左右のスピーカーを接続する専用ケーブルの長さは実測値でね、180センチでした。つまり、左右のスピーカーの間隔をそれ以上広げられないということです。もしかすると、ルームスピーカーとしても使えるかなと思ってたんですけれども、これはね、あくまでデスクトップで使うニアフィールドスピーカーとなります。部屋にね、置こうと考えている方は少し注意が必要です。無理やり置こうと思えば置けると思うんですけれども、サイズもねコンパクトですし、ルームスピーカーとして使うならもう少し大きめのスピーカーの方が適していると思います。はい、いかがだったでしょうか。今回はね、エディファイア M60 をご紹介しました。多機能ながらコンパクトで値段も安く、簡単にデスクの音響環境をレベルアップできるアクティブスピーカーになります。特にゲームやエンタメなどは音質によってね、迫力が段違いになりますので、質のいい音響環境をね、手軽に手に入れたい方は、ぜひね、このエディファイア M60 買ってみてほしいです。はい、以上となります。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。